さんこんにちは、リカルです。今回の動画は神戸のマヤ山に登ります。地元ですが、実は初めてのハイキングです。まずはこちらマヤケーブル駅に到着しました。今回はケーブルカーを使わずに登ります。ここから虹の駅までハイキングで向かいます。ここはマヤ山の玄関口となる駅、マヤケーブル駅です。観光客にも人気のスタート地点です。マヤケーブルは昭和初期に開業しました。神戸は坂道が多い町です。神戸に来ました。今からマヤ山登ります。少し歩くとすぐこっちも坂になりまマヤす。ケーブルって書いてある。こちら右に行くと先ほどのマヤケーブル駅です。町と山が近いのが神戸。日常から足腰が鍛えられますよ。神戸らしい地形ですね。さて、ここから登山スタートです。今回は歩いて登ることに。久しぶりの本格登山。少し緊張しています。ここで登山レクチャーを聞きました。階段はいくつか種類があります。石の階段は比較的安定していて、木や枯葉は滑りやすい。階段が多くてすでにバテてます。丸太の階段は特に注意。丸太はできるだけ踏まないように。登るときは足全体で着地。どんどん前に進みます。つま先だけに体重を乗せないことも意識。歩幅は小さめが基本。息が上がったら立ち止まります。もう息上がってますね。無理にスピードを出さない。最初の展望台に到着しました。ここで少し休憩します。荷物を置いて景色を堪能します。風が気持ちいいです。下へ降りてみることにしました。目的地までまだ全体の4分の1くらいなんですけれども、もうすでに足が疲れています。ここから神戸の街が一望できます。私は神戸出身なので、この景色を見て育ちました。改めてとても綺麗ですね。再び登山スタート。この日のトレーナーはマックパックを着ています。ニュージーランド初のアウトドアブランド。軽くて着心地がいいのでお気に入りです。このまま登っていきます。山の空気は美味しいです。たっぷり呼吸しました。ハイキングはこのような急な階段も多いです。足元を確認しながら無理せず進みます。700メートルほど歩いて分岐点に到着。ベンチがあるとついつい座って休憩タイムです。水分補給も
忘れずに。確実に登っていきます。ここの道もすごいです。両サイドが岩に囲まれています。ここがなかなかきつくって体力も落ちてきました。頑張ってます。次の分岐点です。ここで再びレクチャータイム。登り方の説明を受けます。次の道はロープをつかみながら登ります。しっかりロープを握って登ります。ここは油断できません。登山というより修行でちょっと怖いですね。足は大きく開いて登ります。滑りやすそうな石は踏まないこと。足場を選びながら一歩ずつ確認します。ロープを握り替えるときが一番慎重に。ひたすら上に登ります。ここからの景色はかなり登ってきたのを実感します。景色が変わってきました。道のない道を進みます。正直不安でいっぱいです。足元に気をつけます。一歩ずつ確認しながら、このすぐ横が崖なので気を抜かないように。もう少し進むと鉄塔があります。そちらで休むのでもうひと踏ん張り。険しい道が終わってハイキングコースに戻ります。急な階段が続きます。安全第一で行きましょう。やっとロープウェイ乗り場に到着しました。自然に咲く山椿を発見。冬の山に咲くお花ですね。で、虹の駅というロープウェイ乗り場が右手にあります。マヤケーブル下駅から約1時間ちょっとでこちらに到着。ここはロープウェイの中間地点です。登山と観光の合流ポイント。マヤ山観光ではとっても有名な駅になります。目の前には旧マヤ観光ホテルの廃墟が見えました。今は使われていない建物です。登山途中の大切な休憩所。山椿もきれいに咲いています。冬から春にかけて咲きます。じゃあ展望台で景色を見ることにしました。目の前に広がる神戸の景色。神戸を感じます。海と山が見える大好きな地元です。ちょうどお昼なので休憩をします。美しいですね。虹の駅にはトイレと休憩所があります。ここでランチをします。こちらでランチをします。室内は暖房が効いていて快適。おにぎりやスープをいただきました。ここからはロープウェイに乗ります。座る場所が景色が見えるので後ろがおすすめです。このマヤ山
天成寺にも訪れます。空中散歩スタート。登山後のご褒美。足を休ませながら5分間の移動時間です。一気に標高を上げます。景色を眺める余裕が出てきました。風景が一気に変わります。真下に見えているのは青谷道コースです。谷沿いを進む本格派のコース。父は谷底のコースなども訪れているそう。マヤさんらしい険しい道だそうで、怪我には注意です。まもなく到着。見慣れた景色に神戸を感じます。こちらは星野駅に到着です。さっきの虹の駅とは全然景色が違います。一気に視界が開けて高さを実感します。街がすごいね、小さく見えました。ぐっと気温が下がっています。体感でもかなり寒いです。気温は6度でした。マヤさんは幼少期に来たことがあるそうなのですが、正直記憶は残っていません。今回は初めての気持ちです。2階にはカフェなどもあります。ワクワクドキドキ。外に出ると空気が全然違います。正直きつかったのですが、登ってきてよかった。一瞬で疲れが吹き飛びました。正面に見えるのがサンテレビです。神戸のローカルテレビ局で神戸の街の気象的存在。マヤ山には六甲山牧場などもあります。四季折々の景色が感じられます。そしてここが菊生台。マヤ山を代表する展望台です。この日は大晦日で人は少なめ。それでも展望台には人が集まっていました。奥へ進むともう一つの展望台がありました。マヤ山を代表する展望台です。標高は約690メートル。星をすくうと書いて菊生台。ロマンのある名前ですね。昔から夜景で有名な場所です。神戸の街を一望できます。遠くの海まで見渡せます。昼でも迫力がありました。左側が私がよく訪れていた六甲山です。昼と夜で別の顔なんです。日本三大夜景の一つ。1000万ドルの夜景。夜は特に人気でデートスポットとしても有名。オブジェを発見しました。菊生台の看板と記念撮影。これから天成寺まで向かいます。ここから700メートル歩きます。
しね寒いので歩いて体をほぐします。菊盛大から天成寺に行きます。こちらは昔アイススケートがあったと言われている場所。ここから訪れる場所には遊園地があったそうです。遊園地の跡がまだ残っている場所もあるのだそう。どこにあるのか探していきます。石畳の道を進みながら探します。どこにあるのでしょうか。テレビでも取り上げられているそう。どの遊園地に行っても必ずある乗り物だそう。少し休憩タイム。遊園地の後はどこにあるのでしょうか。再び探し始めます。当時はマヤさん遊園地と呼ばれていました。昭和初期に人気だった場所。どうやら怪しい石の道が。山の上の遊園地はどこでしょう。皆さん分かりましたか。現在は跡地のみ。つって書いてますよね。横も見てみましょう。ジェットコースターの文字が見える状態になっています。大阪湾が一望でき人気を集めたマウントコースター。幻の遊園地跡地が見れてすっきり。さて次は天成寺へ向かいます。マヤ山にあるお寺です。菊盛大の近くにあって歩いてアクセス可能です。標高は約700メートル付近。自然に囲まれた静かな場所です。日本三大マヤの一つ。見えてきました。さて入り口です。私の知っている人の名前があるそう。ちょっと探してみます。誰かなと思っていたら祖父の名前がありました。天成寺はマヤ夫人を祀るお寺。女性の守り神として信仰されています。もう少しで中に入ります。現在地は山頂で神戸の街を見守る存在。こちらたくさんのお地蔵さんがお迎えしてくれています。命や子供を守る仏様。安産や子育ての祈りが込められています。ではゆっくりお参りします。無事に帰る、服が帰る、カエルの置物も発見。丁寧に整えられた石畳。とても静かです。観光地でも落ち着いている雰囲気ですね。登山後に立ち寄る人も多いのだそう。先祖に感謝の気持ちを伝えました。手を合わせて感謝。日々への感謝を込めて
ゆっくりお参りできました。マヤ夫人を祀るお寺。仏様はブッダ、仏教を開いた人です。ブッダのお母さんはマヤ、マヤさんの名前の由来。天井寺入り口の近くに立派な木を発見しました。長い年月をここで過ごしてきたのでしょう。市民の木です。大きくて存在感がありました。静かに見守ってくれています。山の自然を象徴する一本。見上げると圧巻です。生命力を感じました。天井寺らしい風景をたっぷり満喫しました。そして星野駅に戻ってきました。名残惜しいですが、そろそろ下山します。まずはロープウェイに乗ります。山を後にします。大好きな神戸の街並みが近づいてきます。星野駅から虹の駅へ。ここの隙間は狭いのでゆっくりと進むそう。そして次はケーブル乗り場へ。マヤケーブル駅に向かいます。下山ルートも終盤です。運転士さんも乗ってこられて出発です。日本でも珍しい山岳ケーブルカー。ケーブルカー発車いたします。急勾配を一気に降ります。出発の際揺れますのでご注意ください。窓からの景色も見どころです。時速 12km の速さで最大傾斜29度の急勾配をおよそ5分間で下っていきます。ケーブルカーとすれ違いました。マヤケーブルの最終は日によって変わります。駅前から出ております。バスのご案内です。そして無事最寄り駅に到着。マヤ山ハイキング無事に終了しました。マヤ山登りました。帰ってきました。いかがでしたか？今回の動画はここまで。2025年の締めくくりにマヤ山を登ってきました。体を動かすことでたくさんの学びがありました。一歩ずつ進む、無理をしない、立ち止まる勇気、山には新しい発見があります。季節の移ろい、風の冷たさ、年の終わりを実感、自分と向き合う余白、大切なひととき、たくさんの経験に感謝。少しでも旅の雰囲気が伝わっていたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。次回の動画もお楽しみに。さようなら。